のささやきの朗読や夜勤明け、眠気をごまかすために山の外れの旧道を走っていた。早朝の薄暗さがまだ残る時間で、霧が低く垂れていた。あの廃病院の前を通るつもりなんてなかったのに、気づいたらハンドルが自然とその旧道に向いていたんだ。理由はわからない。ただ霧の切れ間から白い建物の輪郭が浮かんだ瞬間、胸の奥がざわついた。なんでこんな道を選んだんだろう。そう思って速度を落とすと、建物の正面玄関が見えた。10年以上前に封鎖されたはずで、当然人なんているわけがない。にもかかわらず、自動ドアがスッと開いた。まるで誰かが今まさに出てこようとするかのように、左右に滑って静かに止まった。車内に冷気が入り込んだ気がして、思わず窓を閉める。その時、玄関の向こう側は真っ暗で、照明なんてついていないはずだった。なのに、開いた自動ドアの奥に、ぼんやりと薄い光が見えた。蛍光灯の光ではない。もっと、病室の非常灯みたいな弱々しい光。俺はそのまま通り過ぎようと軽くアクセルを踏んだ。けど視界の端で、自動ドアが俺の車の進行に合わせて、開いたままこちらに向いてくる。建物は当然動いていない。それなのに自動ドアの開口部だけが俺を正面に捉え続けているように感じた。背筋が冷たくなる。気のせいだ。自分にそう言い聞かせながら前だけ見て走った。でもルームミラーの中でありえないものが映ったんだ。まだ自動ドアが開いている。今の距離なら完全に見えなくなるはずなのに、ミラーの中だけで玄関が追いかけてきているんだ。俺は思わずブレーキを踏んで止まった。呼吸も速くなる。ミラーをもう一度ゆっくりと確認した瞬間、心臓が凍った。玄関の奥、非常灯みたいな光の中に、患者服のような白い影が首だけをこちらに向けて、斜めに傾いていた。目を細めたら終わる気がして、すぐに前を向いてアクセルを踏み込んだ。エンジンの音がやけに頼りなく聞こえる。なんで開いた？誰が出てこようとしてたんだろう。そんな疑問を振り払うように、霧の中を抜けるまで決して振り返らなかった。霧を抜けてしばらく走った頃、ようやく呼吸が落ち着いてきた。だが、胸のざわつきは消えなかった。ミラーに映ったあの白い影、首を傾けていた角度が不自然に記憶へ焼き付いて離れなかった。気のせいじゃねえよな。自分でつぶやいた声が震えていた。国道に戻ってからも奇妙な違和感が続いた。窓の外を流れる景色の中、電柱の影が何度も同じ形でよぎる。まるで同じ場所を走っているような感覚が続いた。道は間違えていないのに、どこか現実味が薄かった。そんな状態のまま走っていると、不意にカーナビが勝手についた。電源は切っていたはずだ。目的地設定もしていない。しかし画面には見覚えのある細い青い線が浮かび上がった。廃病院までのルート。指先が冷たくなる。なんで戻るルートなんだよ。ナビの音声案内は流れない。ただ画面が執拗に戻れというかのように点滅だけを繰り返す。思わずナビを叩くと、今度はスピーカーから音が鳴った。
医療機器の心拍音。あの音は明らかに車の装置じゃない。耳を塞ぎたくなるほどの不気味な電子音が車内に満ちて、徐々に早く乱れていった。最後の長い電子音が耳をつんざいた瞬間、ナビの画面に文字が浮かんだ。すぐに戻れ。喉がひっくり返りそうになった。とっさに画面を覆い隠すようにナビを手で押さえて電源ボタンを連打した。やっと画面が暗転し、心拍音も消えた。車内に静寂が戻ると、さっきまでの音が幻聴だったのではないかと思うほど静かだった。だがその直後、車体の後方からコツンという小さな衝撃が伝わった。鳥でも当たったか？そう思いたかった。しかしバックミラーを見ると、霧の中の道には何もいない。何も動いていない。それなのにもう一度、コツン。今度ははっきりと物が当たった感触。後部バンパーを誰かが軽く叩いているみたいな生々しい振動だった。心臓が早金を打つ。車を止める勇気なんてない。そのまま速度を上げると衝撃はピタリと止んだ。だがその直後、ルームミラーの端に白い影が映った。廃病院で見たおかしな角度で傾いた首の影だった。まだそこにいる。追ってきている。ハンドルを握る手が汗で滑り、視界がかすむほど焦りがこみ上げる。連れてきちゃったかな。その言葉が浮かんだ瞬間、背筋が固まった。廃病院の自動ドアが開いた理由、それは俺を外に出したかったのではない。俺の車に何かを乗せるためだったのかもしれない。ミラーに映る白い影から目を離せないまま国道を必死で走った。それでも影は消えない。ライトの揺れに合わせて首を傾けたままじわじわと近づいてくる。喉がひりつくほど息が荒れた。もうやめてくれ。祈るような声が車内に落ちたとき、急に影が見えなくなった。あれ？消えた？一瞬の安堵が胸に広がった瞬間、カチャンと助手席のシートベルトが勝手に装着される音を立てた。がっちりと閉まる金具の音がすぐ横で響いた。だが助手席には誰も座っていない。それなのにシートベルトは明らかに何かを抱え込むように沈んでいた。息が止まり、頭が真っ白になる。シートが沈んだまま少しずつ何かが動いている。寄りかかるように体重をかけている動き。形がそこにある。姿は見えないが、確実に誰かが乗っている。その瞬間バックミラーに映った。助手席の上にあの白い首が乗っていたんだ。前かがみの姿勢でシートに覆いかぶさるように首だけが俺の方へ向いている。肌は紙のように白く、目は黒い穴みたいに抜け落ちている。口は開いていない。ただ存在だけがこちらを圧してくる。ハンドルを握る手がブルブルと震えた。アクセルを踏み込んでも車はまるで重くなったみたいに加速しなかった。降りろ。頼むから降りてくれ。泣き声に近い声が漏れたとき、助手席のシートベルトがさらに締まった。乗っている者がより深く座り直したような動きだった。重みは増し、車体がわずかに傾いた。タイヤのゴムがうなり、エンジン音が弱く震えた。恐怖で視界が歪む。だが見た瞬間、胸が潰れかけた。道の先に廃病院の玄関が見えたんだ。来たはずの方向なのに国道の真ん中にある。
霧の中で自動ドアが開いている。まるで帰りを待っていたかのように両替へ静かにスライドし続けていた。逃げ場なんてない。戻りたくなんてない。でも車は止まらなかった。足がブレーキを踏んでいるのに、車体がゆっくりと自動ドアへと向かっていく。助手席の何かがこちらへ顔を寄せてきた。穴のような目が俺の顔の高さに揃った。そしてやっと理解した。あれは俺を迎えに来たんではない。俺を連れて戻すために乗ってきたんだ。やめてくれ！叫んだ瞬間、車内灯がパッとついた。その光ではっきりと見えてしまった。助手席に座っている体は肉がそげ、服は病院の患者服。ただ首だけがなく、その首は俺の目の前にあった。車内灯が再び消えたとき、耳元で湿った声が囁いた。俺、まだ帰れない。次の瞬間、車は玄関の中へ吸い込まれるように入ってしまった。自動ドアが閉まる音が背後で響き、光が完全に遮られた。俺はそれから先を覚えていない。廃病院前で見つかった時には車は無人で、俺だけがいなかったそうだ。ただ一つ確かなのは、救助された車の助手席に誰もいないはずなのに、シートベルトだけがしっかりと締まっていたらしい。山道を抜けるルートを選んだのは失敗だった。普段なら通らない細い旧道。だがナビが突然、最短ルートと表示してきて、妙に気になってしまった。俺はしばらくそのまま走っていると、霧の奥に古い標識が見えた。〇〇集落まであと2キロ。地図で見たことのない地名。俺は興味半分、不安半分でそのまま進んだ。道幅はどんどん狭くなっていき、両側の木々が車体をすりそうなほど迫ってくる。ライトを上向きにしても、視界は白く濁ったように曇り、霧の層が分厚かった。ライトの風量を強くしても、車内の湿気は抜けなかった。不意にライトの先に石の門柱が浮かび上がった。対になるように左右に立っていて、門のような形を作っている。古い家の敷地の入り口にあるような、あの不気味な雰囲気。そこを抜けた瞬間、車内の温度がほんの少し落ちた気がした。その先に小さな集落が現れた。昭和の頃から時間が止まったような木造家屋がいくつも並び、伝統はすべて消えている。生きている村というより置き去りにされた村。ただ一つだけ異様だった。窓という窓に白い紙が貼られているんだ。家ごとに大きさは違うが、どれも四角い紙で規則的に窓を塞いでいる。近づくのがためらわれるほど異様だった。少し走り、集落の中央と思われる場所まで来たとき、車の前に急に人影が立った。俺は慌ててブレーキを踏んだ。ライトに照らされたのは腰の曲がった老婆のような影。しかし光の中に形はあるのに顔がはっきりとしない。輪郭だけが揺れて見える。まるで霧の一部が人の形になったような存在だった。老婆はゆっくりと手を上げ、帰れと言いたげに腕を振った。声は聞こえなかった。音もないのにそう伝わったんだ。俺は怖くなってハンドルを切り、来た道へ戻ろうとした。エンジンを強めに吹かして車を反転させる。だが心臓が跳ね上がった。集落の入り口がなくなっていたんだ。
さっき通ってきた石の門柱ごと跡形もなく消えていた。ただの霧で隠れているだけ？そう思ってライトを最大に強く照らした。それでもどれだけ目を凝らしても門柱はなかった。代わりに見えるはずのなかった木の壁が道を塞いでいる。車の向こう側にはまるで最初から一本道なんて存在していなかったかのように家屋が連なっていた。汗が背中を流れ落ちた。閉じ込められた。そう理解した瞬間、集落のどこかから紙が擦れる音が風に乗って響いてきた。窓に貼られていた紙が何かの力で内側から剥がされている。一枚、また一枚、剥がれるたびにその家の中の暗闇がゆっくりとこちらに向いていくような気がした。俺は急いで再びアクセルを踏んだ。どこでもいい。ここから出られる道があるなら探すしかない。しかしその時、ふと気づいた。集落の家々の窓が全部こちらを向き始めている。まるで生きているものみたいに。アクセルを踏み込みながら集落内を走ったが、どこへ向かっても同じような家並みが続いた。窓に貼られていた白い紙はすでに多くが剥がれ落ちている。風もないのに紙片はひらひらと浮き上がって車の前を横切った。家屋はどれも人が住んでいた気配を残しているのに生活音は一切ない。畑も荒れ果てているわけではなく、つい最近まで手入れされていたような整い方をしていた。この集落は誰かがここにいなくなった直後みたいだった。そんな嫌な予感がじわりと背筋に広がった。住宅の間を抜けると少し開けた場所に出た。集落の中央らしく小さな広場のような空間。だが広場の真ん中には信じられないものが立っていた。木の柱にくくりつけられた結界札の束。白い紙が何十枚も重なっていて、縄で柱に巻かれ、古いしめ縄まで垂れ下がっている。そこだけ異様に空気が重く、空気がヒュッと足元から昇る。車を止めるつもりなんてなかったのに、足が勝手にブレーキを踏んでいた。その時ふと気づいた。集落の家々の剥がれた窓の紙が、どれもすべて同じ方向に落ちている。広場の柱の方へ向かって。紙が風に流れたのではない。まるで家の中から何かが押し出しているみたいに同じ方向へと散っている。喉が渇く。エンジン音だけが頼りのように震えていた。その時だった。カサカサと広場のどこかから紙を踏む小さな足音が聞こえた。子供のような軽い足取り。俺は反射的にライトを向けた。しかし広場の中央には誰もいない。紙片だけが散っている。いや、違った。ライトの端、家屋の影に人影が立っていた。背丈は小学生ほど。だが顔の部分が黒く抜け落ちて見える。影のようだが壁に映っているわけではなく、ちゃんとその場に立っている。胸がキュッと締め付けられる。その影はゆっくりとこちらへ首を傾けた。次の瞬間、周囲の家から一斉に音が鳴り始めた。ベリ、ベリベリベリ。窓に残っていた紙が一気に内側から剥がされていく。まるで家の中にいた何かが一斉に外へ出ようとしているみたいに。剥がれた窓からいくつもの黒い影が這い出してくる。地面を滑るようにゆっくりと、だが確実に広場の中心へと移動をしていく。一つ、また一つ。影はどれも同じ形で、どれも顔が抜け落ちている。人の残死みたいな形だけの存在。
その時広場の柱に貼られた結界札がヒュッと風に巻き上がり、一枚また一枚と剥がれ始めた。紙が剥がれるたび、影の動きを止めていた何かが弱まり、影たちより早く、より確実にこちらへ近づいてくる。この結界が破れたら終わりだ。直感で理解できた。影たちは俺を囲むように広がり、車の前方を塞げ始めた。バックをしようとしてミラーを見ると、後方にも同じ影が道を埋めている。逃げ道がない。どこを向いても顔のない黒い影がこちらへじりじりと寄ってくる。その中心にさっきの子供の影が立っていた。小さな手を胸の前で合わせ、まるで誰かを呼ぶように両腕を開いた。その仕草を見た瞬間、心臓が跳ねた。影たちが俺を中に迎え入れようとしている。影たちが広場を埋め尽くし、車の周りに円を描くように並んだ。その中心で子供の影だけが微動だにせず立っている。顔が抜け落ちた真っ暗な輪郭がずっと俺を見上げていた。心臓が破裂しそうなくらい早く脈打つ。逃げ道なんてどこにもない。前も後ろも左右も全部塞がれた。エンジンの音が震え、足が勝手にアクセルを踏み込んだ。だが車はほとんど前に進まない。タイヤの下に何かが絡まっているように重いんだ。その時広場の柱の結界札がバサッと一気に十数枚まとめて剥がれ落ちた。風もないのに札が宙に舞う。すると影たちは一斉に動きを早めた。今までゆっくり迫っていたのが嘘みたいに一直線に俺の方へと向かってくる。やばい、来る。俺はとっさにハンドルを切り、少しでも隙間がある方へ向けて車体をひねる。影たちの隙間はほんのわずかだったが、そこに向けて強引に突っ込んだ。バンと車体に何かが張り付こうと、フロントガラスにべちゃっと黒い形が広がった。巨大な炭の手形のような影がガラス越しに俺を覗き込んでいた。悲鳴を上げそうになった瞬間、ガラスの向こう側で影が顔の位置に当たる部分をゆっくりと膨らませた。そこから人の口の形が浮かんだ。輪郭だけの影だったものが口だけを形作り、はっきりと入れと言った。その声は俺の耳ではなく頭の中に直接響いた。アクセルを踏み込み、わずかな隙間へ無理やり突っ切る。影たちが車体を叩き、吸い付いてくる気配が伝わった。だけど奇跡的に道路のような細い隙間へと滑り込めた。どこへ向かっているのかもわからないまま、とりあえず走った。家屋が左右に流れ、家の中から無数の影がこちらを向いていた。どれも顔が抜け落ちている。その空洞が走る車を追ってくるように揺れていた。そして次の瞬間、急に視界が霧の中の一本道に切り替わった。さっきまでの集落は跡形もない。振り返っても木々しか見えなかった。抜けた。そう思った。助かったと喉が震えた。胸をなで下ろしたその時、助手席の足元からベリッと髪を剥がれるような音がした。背筋が凍った。ゆっくりとライトをそちらへ向ける。助手席のマットの上に白い紙が一枚落ちていた。さっき集落の窓に貼られていたものと全く同じ紙。文字はないが、真っ白な紙の裏面だけが黒く焦げている。俺は震える手で紙を拾い、裏面を見た。そこには灰色の指の跡がいくつもついていた。まるで誰かの手がこの紙を俺の車の中に押し込んだみたいに。
紙を持った瞬間、耳元で風でもない声がした。入ったから出られない。ハンドルを握る手が震え、車を止めた。外はただの山道、霧も薄くなっていた。だが次の瞬間、バックミラーに子供の影が立っていた。助手席の窓を黒く覆うように、すぐそこまで。逃げたはずの集落の入り口、その入り口は今、俺の車の中にできてしまった。深夜の帰り道、田んぼの中を伸びる一本の農道を走っていた。街灯は少なく、車のライト以外は何も見えない。左右には真っ暗な田んぼが底の見えない穴のように広がっている。昼間なら見慣れた景色のはずなのに、その夜はなぜか妙に気配が濃かった。窓を閉めていても湿った土の匂いが入り込んでくる。ワイパーも動かしていないのに、フロントガラスがうっすらと曇った。その時ライトの先で何かが揺れた。最初はただの棒に見えたが、近づくにつれて形がはっきりとした。農道沿いの稲の端に立つ古いかかしだ。麦わら帽子、藁が飛び出した腕、よれた作業服みたいな布切れ。ただ普通と違うのは、顔が布で覆われているのに、なぜかこちらを見ているように感じたこと。目が描かれているわけでもない。布に穴が開いているわけでもない。それなのに道路の脇に立つそのかかしが、まるで俺の通過を待ち構えているように感じた。胸がざわついた。横目に見ながら通り過ぎようとアクセルを踏む。だが通り過ぎる瞬間、かかしの顔がゆっくりとこちらへ向いたんだ。布の下に骨格があるみたいな硬い角度の変わり方。首があるはずのないかかしが俺の車に反応するように回転をした。思わずブレーキを強く踏んでしまい、車体が揺れた。嘘だろ？今動いたよな。バックミラーで確認しようとしたが、視界の端で何かがおかしいことに気づいた。かかしが道路の反対側に移動していたんだ。さっきまでは左側の田んぼに立っていた。それが今は右側に立っている。距離は10メートル以上離れていて、風で倒れたとかそんなレベルではない。体がこわばった。逃げようとアクセルを踏んだ瞬間、右側のかかしがまたこちらを向いた。布の下で骨のきしみみたいな音がした。ギチ、ギギギと硬い何かがひねられる音。俺は怖くなって視線を前に戻した。だがその瞬間、心臓が跳ね上がった。なんと前方にもかかしが立っていたんだ。ありえない。一本道だ。どっから出てきた？ライトに照らされたかかしは、布の顔の中央に黒いシミのような跡があり、それが穴のように見えた。その穴がまっすぐ俺の車を見ている。やばい。絶対に止まっちゃいけない。直感がそう警告していた。俺はギアを入れ直し、全力でアクセルを踏んだ。かかしに突っ込むつもりではなく、すり抜ける隙間を探した。だがすぐに理解をした。どの角度から見ても、かかしがこっちを向いたまま動かない。まるで首が回転し続けて、必ず俺を見てしまうように。喉がカラカラに乾き、背中に汗が流れた。この道を抜けなきゃ助からない。そう思って前へ出た瞬間、かかしの腕がゆっくりと上がった。手招きをするように、指のない藁の腕を前へ突き出して。入れ、そう言われた気がした。俺は無意識にブレーキを踏んだ。ライトの中心にかかしが浮かび上がる。
首を完全にこちらへ向けきっている。ここでやっと理解をした。あれは鳥よけではない。人間を呼び込むために建てられたものなんだ。かかしの腕がまっすぐこちらへ向いたまま微動だにしない。藁でできたはずの腕がまるで骨格を持つ生き物のように硬い角度で突き出されている。車のライトに照らされたその姿がどうしても人間の待ち構える仕草にしか見えなかった。アクセルを踏み直した。このまま突っ切るかもしれない。早く道を抜けないと。だが車が動こうとした瞬間、ザッ、ザザッと後方の闇で何かが走るような音がした。振り返るのが怖くてミラー越しにそっと確認する。後ろにもかかしが立っていた。どれだけライトを遠くまで伸ばしてもそこに人影はなかったはずだ。なのに今はさっきと同じ布で顔を覆ったかかしが道のど真ん中に立っている。距離はほんの15メートル。さっきより近い。しかも布の顔の中央にあった黒い穴がわずかに開いている。息が止まりそうになった。前方にもかかし、後方にもかかし、挟まれてしまった。道の左右は深い田んぼ。U ターンもできないし、逃げようがなかった。ライトを弱めると、かかしの輪郭がじわりと滲む。布の奥に何かがうごめくのがわかる。人の顔が隠れているというより、顔が最初からない。その空洞の奥で何かがこちらを見ている。と次の瞬間、前方のかかしが足を一歩だけ前に出した。藁でできた足が硬い地面に確かに踏みつけた。藁ではありえない音。コツッと人のつま先で踏むような乾いた音。背筋が一気に冷たくなった。頭のどこかが理解した。これはあくまでかかしの形をしているだけの何か。恐怖で視界がにじみ、アクセルを踏み込んだ。どんな形であれ、まだ前は空いている。すり抜けられる距離はわずかでも突破するしかなかった。ギアを入れ、車が動き始めた。だがその瞬間、車体の屋根で音がした。トン、トン、トン。軽いが歩くリズムのような音。まるで誰かが屋根の上をゆっくりと歩いている。絶対に見てはいけない。そう直感したが、視線が勝手に窓の方へ向いてしまった。そこにはかかしの布の顔が水平に滑るように並んでいた。外を走れるはずのないかかしが窓に沿うように速度を合わせてきている。布の下の黒い穴が俺の顔の高さにある。至近距離だ。怖すぎて涙が滲んだ。もう前を見て走るしかない。このまま止まったら絶対に終わる。そう思ってアクセルを踏み込んで、かかしの肩をするようにしてすり抜けた。布の表面がフロントガラスをかすめ、藁の束がミラーを叩いた。その時、バサッと何かが車体の上に落ちた。次の瞬間、車内灯だけが一瞬だけつき、助手席に藁の指のようなものが落ちた。人の指ほどの太さの藁の束。だが先端が爪の形に削れている。自然にちぎれた藁ではない。これは意図的に形を作られたものだった。拾い上げようとした瞬間、助手席の足元で藁が動いた。床マットの上で藁の束がうごめいている。まるで何かに使われていた余った指だけが車内に転がり込んできたように。呼吸が荒くなる。早くこの道を抜けなきゃ。そう焦って前を向いた瞬間、心臓が止まりかけた。またかかしが前に立っていたんだ。どう見てもさっきすれ抜けたものと同じ。
布の顔の黒い穴がさっきよりも大きく開いている。そして穴の奥で何かが動いている。それが口の形を作っているのが分かった。入れ。はっきりと聞こえた。間違いなく聞こえた。かかしはもう人ではない何かに変わり始めている。急いで脇道に目をやった。普段なら絶対に入らないような細い未舗装路。でも行くしかない。かかしの前はもう通れない。左へ急ハンドルを切り、脇道に飛び込んだ。泥を巻き上げながら細い道へ滑り込んだ瞬間、バックミラーの端で、かかしがこちらに向かって走り始めるのが見えた。藁の足なのに、車より速い。息が詰まった。この道の先に逃げ道はあるのか。それとももっと深い場所へ連れて行かれるのか。俺はまだこの時知らなかった。この脇道こそが、かかしが招き入れようとしていた場所だった。脇道へ入り込んだ瞬間、世界の空気が変わった。湿った土の匂いが急に濃くなり、ヘッドライトが照らす先は、背丈を越える雑草で両脇が塞がれている。舗装はなく、泥と砂利が混じった細い道。タイヤが取られ、スピードが出ない。後ろを確認する。バックミラーの奥、農道の入り口にまたかかしが立っていた。さっきまで田んぼの中央にいたはずのそれが、今は脇道の入り口に移動している。しかも布の顔の黒い穴はさっきより大きかった。縦に裂けたような形になって穴の奥がぬらりと揺れている。やばい、来る。アクセルを強く踏み込むが泥の抵抗で思うように進まない。それでも必死に車を前に押し出した。だがすぐに気づいた。この脇道、どこまで行っても同じ景色だ。左右は雑草、地面は泥。ライトが照らす先に曲がり角の分岐もない。一本道のはずなのに前方の草の揺れ方がさっきと同じに見える。まるで道がループをしているような感覚だった。喉が渇き、背中がびっしょり濡れた。焦りで呼吸が乱れ始めたとき、背後から音がした。ザッ、ザッ、ザッと規則的な足音。藁で歩くとは思えない、はっきりとした人の足音。俺はミラーを見る。かかしが歩いていた。泥を踏むたびに藁の体がわずかに揺れる。速度はゆっくりだが、歩幅が異常に長い。あっという間に距離が詰まった。穴の奥で何かが動いている。黒い穴の形が笑っているように歪んだ。恐怖で涙が出そうになり、前へ逃げないと、そう思って顔を戻した瞬間、前方にもかかしが立っていた。完全に一本道を塞ぐ位置。ライトで照らされた布の顔の中央には縦に裂けた穴。そこから白い指が一本、ニョキッと突き出てきた。藁ではない、人の指だ。爪のついた白い生の指。それが布の穴から生き物のようにゆっくりと外へ伸びてきている。ふざけんな！反射的にハンドルを左右に切ったが、脇道の幅は狭く、どこにも逃げ場はない。バックしようかとミラーを見た瞬間、心臓が止まりかけた。後ろのかかしがもう車のすぐ後ろにいた。距離にして2メートル。ありえない速度だ。そのかかしの顔の穴からも白い指が何本も伸びてきている。まるで獲物をつかむみたいに、外へ手を出しているみたいに。このままじゃ挟まれる。終わる。パニックの寸前の中で、脇道の右側にわずかな切れ目があるのに気づいた。草が倒れていて、
車がギリギリ通れそうな細い獣道のような隙間。もう選択肢はない。そこへ突っ込むしかない。俺はハンドルを切り、草を押しのけながら細道へと進入した。その瞬間、車体の右側を何かがガリッとこすった。鏡越しに見えたのはかかしの腕。伸びた指が車をつかもうとしていた。車体を揺らしながら細道へ突破する。藁の束がミラーに絡まり、バサッとちぎれ飛んだ。しばらく走ると急に視界が開けた。脇道の出口だ。両方には見慣れた県道の風景。車の通る声も聞こえる。助かった。そう思った。だがふとバックミラーを見ると全身の血が冷えた。細道の暗闇の奥にかかしの顔がぎゅうぎゅうに詰まってこちらを向いていた。無数の布の顔、無数の黒い穴、全部が同じタイミングで首を傾ける。その瞬間、助手席の足元でカサッと音がした。怖くて見たくなかったが、ゆっくりと視線を向けると、さっき落ちていた藁の指が勝手に立ち上がった。藁なのに骨を持った指のように一本ずつ動き始めた。そして俺の太ももにそっと触れた。その瞬間、頭の中に声が流れ込んできた。連れて行けた。あなたもこっち。慌てて車を跳ねるように押し出し、県道へ飛び出した。後ろを見る勇気はなかった。家に帰って車を降りたとき、足は震えていた。助手席を確認する。藁の指はもうなかった。落ちていない。座席にも床にもない。ただ一つだけ見つかった。助手席のシートの糸が内側から引っ張られたようにほつれていたんだ。布の隙間からわずかに茶色い藁が覗いていた。かかしはまだ俺の車に乗っている。